春が近づき、町のあちらこちらで花のつぼみが膨らみ始め、都である金陽の町では、喧騒の中にもどこか緩やかな時が流れているようにも感じられる。しかしこのような平穏は、この都や官府が強力に支配する一部の大きな町のみで、それ以外は経済的にも貧しく、治水もままならずに毎年、天災の被害に遭う。疫病に苦しみ、飢饉に見舞われる無残な町が多く存在していた。そういった町から逃げてきた多くの難民が都を目指すが、あまりにも数が多くそのすべてが受け入れられるはずもなく、ほとんどは強制的に追い出されていった。稀に都に住み着くことができて不老者として生きる者もいるが、果たして彼らの置かれた状況は好転したなどとは、とても言えない。西門へ続く大通りからほど近い路地に、二人の子供が寄り添うようにうずくまっている。間違いなくこの都のものではないだろう。まるで泥で姿を偽装しているかのように、汚れた着物を身につけている。一人は塔より少し大きいだろうか。もう一人は5つ6つほどの子だ。家を持たない子供は珍しくなかった。大抵は物乞いをして生きている。中には窃盗などを働いて役人に捕まる者も少なくないが、そういった子供たちは役人に痛めつけられて命を落とすこともある。もともと死にかけているほど飢えているのだ。まさに彼らの命はどこにいても風前の灯火だった。深夜、西の外れにある酒場から二人の男が出てきた。当然酒を飲んでいたようだが、足取りはしっかりしている。店の者が顔を出して覗いていたが、しばらくすると顔を引っ込めて扉を閉めた。やっと二人の客を追い出せたのだろう。ほどなくして店の明かりが消えた。と、次の瞬間。先ほどの店から大声が響く。しばらく中でガタガタと物音がしてから、今しがた閉まったばかりの正面の扉が弾けるように開け放たれた。黒い二つの人影が踊り出る。少し大きな人影が叫ぶ。一方の小さな人影は少しもたついていたが、路地を北に向かって走り出した。それを見届けると大きい方は南へ走り出す。続いて店の者が飛び出したが、二つの人影はどちらもすでに遠のいていた。追いかけても捕まえるのは難しい。この辺り一帯は町の中心から離れた民家の密集している場所だ。路地も複雑に折れ曲がり、隠れる場所はいくらでもある。店の主人が役所に届けるだろうが、おそらくどうにもならないだろう。